おはようございます。今日は朝から雨が降っております。雨ですね。雨でも絶景を眺めながらの朝食は美味しかったですね。何日目だ今日。自宅を出発しては3日目か。唐沢小屋に投宿してからね、もうヘロヘロで一回もカメラ回してなかったと思う。今日も雨でね、2連泊、山小屋2連泊です。まあ部屋にいてもしょうがないんで、今日雨なんですよね。だからちょっと周辺散策しようかなと思います。唐沢小屋からね、見ると向こうに唐沢ヒュッテが見えますね。天場には誰も一張りもありません。でこっち見ると、ここを向こうへ登っていくと北穂高ですね。じゃあまず下っていきます。寒そうに見えるけどね、だいたい10度なんですよね。昨日の夜も10度、今日も10度、結構ずっとね10度を保ってますね。これから春に向かってるっていうことかな。このカメラをね下から撮るのはおじさんアングルって言われてるんだけど、でも山岳地帯に関してはね、後ろに、今映ってないけどさ、後ろに頂上が映るから、山岳地帯に関してはおじさんアングルでいいんだろうね。うわ、すごいよ。もうどこまで歩いてもすごい景色で、この道を行くと北穂高、これが唐沢小屋、今日泊まってるところ。すごい、ほら、人っ子一人いなければ歩いてる人もいない。一応ね小屋には誰かいるんだけど、外には今俺しかいない。すごい。頭で分かっててもね、もういざこうなると、本当にアイゼンってすごいなと思った。あの辺の岩場でも目指しながら昨日の状況を語りますか。で、何これ、パイプが通ってんだ。別にクレバスじゃなかった。いや、昨日ね、横を出てから唐沢カール到着まで、だんだん徐々にね、カメラを回す頻度が減っていき、もう終盤はほぼカメラを取り出さず、もうね、最後の雪渓を登るあたりからね、もう死にそうだったんですよ。もう疲れ切って、唐沢小屋の方にね、もう頭下げて、もう急ですいませんと、止めてくださいって言ってね、遅くチェックインしたのに夕食作ってくれてね、ありがたいよね。その人が作ってくれた美味しい夕食を食べたら急に体が熱くなってね、部屋の中であって T シャツで大丈夫でした。やっぱりね、行動食とかなんとかってスニッカーズとか食べるじゃん。確かにあれ効くんだけどね、なんだかんだ一番いいのは人が作ってくれた美味しい、生きた食事っていうの、ああいうのは2連泊にしたのも、絶対これも明日は起きれないなと思って2連泊したけど、体力がないとはいえ一晩寝たらね、一応元気になる年齢ではあったみたいですね。はい、すごいね。山の中で岩場目指しても何にもなんないけどね、海の中だったらね、岩場つけば何かしら生物いるけど、やっぱり山岳地帯の岩にはちゃんとなんかあれがついてるね。あれなんつったっけこれなんつったっけな、忘れた。ちょっと
ここに腰掛けよう。今日ね、で散歩に行こうと思って玄関で準備してるときに、そのザックを持ってる人がそこで食事してたんですよ。あれと思ったら聞いてみたらね、今朝4時半頃に横山荘を出発して今着いたとこだって。でこれから奥穂高山荘を目指して明日、奥穂高岳登頂する予定らしいんですよね。で登山始めたのもコロナになってからって言ってたね。3、4年やってたんだろうね。シュノーケリングみたいにさ、岩から岩へ歩いても何もないと思うんだけど、次はあの岩に行ってみようか。もう修正だよね、ほんと。暑い。すごいな、もう頂上見えないけど、これはこれで悪天候の時の景色はすごいね。竹富島の台風の時の景色みたいな、そういう感じかな。やっぱり海辺の生活と山での過ごし方はだいぶ違うね、いろいろと。いや、とにかくこの唐沢ヒュッテからずっとこう行けそうなここすごいね。こっちなんだろうね。ちょっと今電波届かないからね、後でどっかで調べてみよう。こんな雪の中でもさ、早朝から鳥の声がするんだよ。すごいよね。ちなみに今標高が2305メーターだったかな、この辺りがね。2300、富士山の5合目と大体同じぐらいだって。はい、3つ目の岩到着。唐沢ヒュッテから煙屋が、火も見えるね。焼却場かな、ゴミかなんかの。いやー、信じられないよね。3日前まで竹富島にいたのにね、今はねこんな標高2300メーターの雪の中にいるなんて。あの人、横尾山荘からずっとだもんね。直東だもんね。直東っていうのかな、わかんないけど。そこ結構急なんだね、歩き方見てると。一休みしてるね。これ木だね。低木かもしれないけど、やっぱりまだ1メーター以上は積もってるってことか。はい、一旦昼寝をしに戻ってきました。でまた出かけるところですね。階段を降りると売店とくつろげるスペースがあります。ここはいつもストーブが焚かれていて、とっても暖かいんです。公衆トイレがあるみたいだから行ってみようか。すごい景色だね。奥
方に行くときはこっちから登っていくみたいだね。すごい綺麗。うわ、すっごい綺麗じゃんこれ。さっきね11時頃だったかな、お昼頃一旦宿に帰ってダラダラしてでその間にもね他の宿泊客のお客さんも来て、で外見るとねポツンポツンと上高地からね唐沢カールへ上がってくるお客さんがいたけど、お昼過ぎるともう一人も見えないね、昨日もね2時過ぎに着いた俺がもう最後だったもんね。すごい景色だよね。まあさっきまで撮ってた映像とそう変わりはないんだけどさ、なんか皆さんがね八重山に来てね、各島々の海を見てわあすごいっていうのと同じで、俺もここへ来てねもう何回宿の外へ出てもすげえと思ってものすごいよほんと、ね、いや唐沢小屋もすごいところに建てたよね。まあ多分雪崩の被害がないところに建てたっていうことなんだろうね。でここを登っていくと北穂高岳、北穂多分これの裏ぐらいだろうね。残雪期のね平均登頂時間は3時間から4時間15分っていうから、多分俺が行ったら5時間とかかかるからね、ちょっと今の俺では行けないぐらいだろうね。でさ、唐沢小屋の裏側に池があるって聞いて、池どこかなと思ったんだけど、もしかするとこのへこんでるところか、さらにその向こう側もへこんでるから、そのどっち側かに池ができるんだろうね。そういえば朝奥穂に行くって言ってた人ね、あれが9時頃出発してたから、今12時半ぐらいね、3時間半だったから、もうそろそろ到着する頃かな。すんごい霧に包まれてるけど、彼は明日の朝ね山頂へアタックすると言ってました。午前中ね、ここ行くとどこなんだろうねって言ったところね、この広いところ、これ登って左へ行くとね前穂高岳なんだって。で登って右へ行くと奥穂高岳、日本で2番目か3番目に高いっていうね、奥穂っていう。まあお湯沸かしてる。なんかこのまま食べても美味しそうだね。モンベルのねカレーリゾッタ、唐沢カールでダグズコーヒーいや持ってきたよここまで。唐沢カールでダグズコーヒーです。うまい。特にこの後ろのね、この後ろのこの風景をバックに、いやこれでダグさんとこの CM をもらえることでしょう。そろそろできたんじゃない？あったかいカレーリゾッタ、美味しそう。いただきます。
ちょっと唐沢ヒュッテでも見に行く、観光しにあそこが唐沢小屋で泊まってるとこね。でこっちが唐沢ヒュッテ。明日もこんな天気みたいなんですよ。で下山したとしても明日上高地もこんな天気らしいんですよね。で明後日から少し回復するらしいんです。だから明後日下山しようかしあさって下山しようかなんですよね。だけどそのしあさっての次にもう上高地を出発しようと思ってるんで、だからまあ上高地でどれぐらい滞在するかなっていう感じでもありますね。もう24時間切るか24時間以上滞在するかみたいな。せっかくここまで来たからね、ここにいたい気持ちもあるんだけど、上高地もいいとこだからね。今日雨だけどさ、今も降ってるけど、これぐらいの天気だったらテント泊できたね。今日テント1個もないけど、まあでも唐沢小屋をね2連泊して満喫できてるから全く不満どころかもう嬉しいだけなんだけど唐沢ヒュッテも居心地いいのかな。なんか日が、あ、ほら太陽出てるよ。奥穂に登った彼も今頃喜んでるだろうね。この自分がこういう絶景のところを、しかも周りに誰もいないところをね歩いてるなんて最高だよ、ほんと。今唐沢ヒュッテまで来たんだけど、ここすごいね。多分燃料小屋なのかな。雪崩にあってもびくともしないように作られてる。すごいよこれ。そう。マムートの提供のこれ雪のほらあれ。多分ここでアイゼンを外すのかな。ここみんな登ってるとこだ。この売店はやってないんだ。やっぱり閑散期はあの売店もやらないんだね。明日テント泊できたらいいなと思ってさ、テント場は正確にどこですかって聞きに行った。そしたらこの柵が張ってあるところの内側なんだって。そこに張ってくださいって。明日も天気悪そうだから一応小屋泊のことを念頭に置いといた方がいいですよっていうふうにねいうことでした。もうここにいる人が言うんだからもう俺は従うほかないよね。今いるところがテント場だって。はい、じゃあ名残惜しいけど一旦宿に唐沢小屋に戻って一眠りして、暖かくて美味しい夕食を待とうすごいところに立っている唐沢小屋に帰ります。このね帰るにもここ登らないといけないんでね。昨日の俺より遅い時間に登山者が来た。
多分年配の女性っぽい感じだね。だけど歩き方を見ると昨日の俺なんかより全然元気もうスタスタ歩いてる。だからもともとゆっくり出発してもう予定通りこの時間に着くっていうね、もう見客の人なんだろうね。もう唐沢ヒュッテからね、宿に帰るだけでお尻の筋肉が痛いっすよ。これね、今頃気づいた。つま先を立てるとね、足の角度変えなくてもそのまま登れる。アイゼンすごい暑い、めちゃくちゃ暑い。この T シャツ欲しかったんですけどね、もうないみたいです。これジョッキパフェもね食べたかったんですけどね、夏季限定みたいですね。今日は30日雨、明日31日も雨予報です。そしてやっと絶景と美味しい夕食の時間です。いただきます。現在7時ですね。同宿の男性がおそらく70歳前後ぐらいの方がですね、北穂高岳目指して登っていきます。彼はもう20回以上登頂しているということなんで、かなりベテランではありますが、もうかなり年を取ったねと言ってましたね。さあ、じゃあチェックアウトして、スタッフさんみんな忙しそうだったから挨拶なしなんだけど、ありがとうございました。すごく過ごしやすかった。さて、ちょっと今アイゼンつけてないんだけどな。アイゼンつけないで降りれるかな。今ね、GoPro じゃ見えないんだけど、同宿だった男性ね、これが唐沢小屋でしょ。こっちのに頂上が多分あるんだけど、見えないけど、中間地点あたりに今いますね。今休憩して、上着を羽織ったのが見えました。でまた登り始めましたね。その後ろにね、多分唐沢ヒュッテから出てきた男性が登り始めましたね。いや、同宿の男性がいるとこね、結構もうかなり急な斜度になってそうですね。とりあえず、自分のテント張ります。ちょっとほら、紐さしてきたし、ほら。ただ夜は雨降りそうなんですけどね。やっぱりここまでね、テント持ってきたからには一泊はしときたいよね。ちょっと唐沢ヒュッテに泊まってみたいっていう気持ちもあったんだけど、テント泊ね、も
俺がここに来てから3日間誰もいないからね。どこでもいいんだけど、まあこの辺もう適当にここにしとこう。じゃあ平らにしていきます。私の一軒家ができました。夜はねちょっと雨が降りそうだけどね。これねテント、繁忙期なんだよね、思えば。盗難があるのって、盗難のことちょっと気にしすぎて、こういうねダサい名前を書いちゃったんだけどさ、盗難ないよねいや書かなきゃよかったさあ、それでね、誰かが雪の中に落としてたであろうモンベルの、鍵をね拾ってます。持ち主の方いたら連絡ください。着払いで送ります。 TSA007、 同宿から出ていった70歳前後の男性ね、すっごい上の方にいる。もやの始まるあたりかな。すごいね。まだ朝9時だけどね、トイレ行くついでにテントの受付ねしてこようかな。すごいね。ゴールデンウィーク明けの唐沢カールは八重山諸島と同じで閑散期だそうです。誰もいませんね。なんと40年も前の登山道具が展示されてました。もうアイゼンからも何から何まで重くてごっついんですよ。よくこんなものを持って登山をしてたなと感心しますね。現在のギアがとても軽くなったとは言っても重いんですよ。それでもいや本当当時の人たちどういう体をしてたんでしょうね。いやとにかくすごいです。唐沢ヒュッテのお土産コーナーですね。母へのお土産とうちの猫のお世話をしてくれてる方へのお土産を買っていきます。ザックに入る限りでいっぱい買っちゃった。はい、テント設営許可証ね511番買ってきます。じゃあ11時過ぎにねおでんが煮込み上がるっていうから11時15分にやってきました。おでんってどうですか？おでんもじゃあ1人前お願いします。はい、ありがとうございます。1000円頂戴いたします。はい、ありがとうございます。いただきます。50メーターぐらい上がってきたから試しにね練習で。だけど結構これ下るのも怖いね。たったこれしか上がってないのに下る恐怖感がある。景色は最高なんだけどね。登り始めて20分しか経ってないし、多分50メーターぐらいしか、距離で50メーター、高さなんか大したことない。
私の後から登ってきたあの方はおそらく明日の登山の下見っぽい感じでしたね。じゃあ下山します。まあ下山っていうかそんな登ってもないけどね。あの方はどんどん登っていきますね。慣れてきた怖くなくなってきた。さっきの人すごいね。結構な美人さんだったけどよく登る人みたい。そんなに天気そこまで悪い予報じゃなかったんだけどね。結構しっかりね雨が降ってきて、山もまたどんどんね霧に包まれていきます。明日からね曇り予報、次晴れ予報と良くなっていくんですよ。まあでも明日下山なんですよ。私がいる3日間は、完璧に雨でしたね。まあしょうがないよね。アマテラス大神様にお願いしてもダメなんだもん。もうダメだよ。もう俺自身が雨降らす大神だよ。本当もう神の域に達したよ。おいマジかよ。俺がテント張ったらマジで一番天気悪くなってんだけどふざけんなよ。今ね何時だ、3時15分。もうね今日結構朝から雨が降ったりやんだりして、特に今ね一番雨がもうひどくなってきて外出れなくなったから、こんなね顔が焼けると思わなかった。っていうのも太陽はもうほとんど出てないから、まあ、日焼けしないんだろうなと思って一応目だけねサングラスで一応保護してたんだけど、太陽が出てなくてもこんな焼けるんだねこれ写真だけ撮ってさエベレスト行ってきましたよなんて言ってたらもうみんな信じるじゃんいただきます。そろそろできたんじゃない？リゾッタ美味しそう。ちょっと水が多すぎたみたい。水ってかお湯、ガーリックのいい香りがする。うわそして夜は更けていきました。今回はここまでです。雪の唐沢カールを満喫するだけの映像でしたが、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。次回は唐沢カールとお別れして悲しみの下山です。現在家族総出で編集してますので楽しみにお待ちください。まあ総出とは言っても猫の手は貸してくれないので私だけですけどね。それでは次の映像でまたお会いしましょう。